皆さんこんにちは。ここは千葉駅です。千葉駅に来るのは初めてです。この日は5時間ぐらい時間がありました。天気もとっても良かったので、海まで歩いてみることにしました。地図を見ましょう。今いるのがこの赤いところ。ここから45分まっすぐ歩くと海です。ここから下に降ります。目の前のかわいい建物は保育園でした。その横を下に降ります。海の生き物の絵があって、今海に向かって歩いているんだという気持ちが高まりました。ただこの辺はまだ全然海っぽい感じはありません。上に見えるのはモノレールの線路です。千葉のモノレールは上からぶら下がっています。こういうぶら下がったタイプのモノレールは日本では千葉と湘南にしかないそうです。珍しいモノレールが見れてよかったです。この帰りにモノレールに乗ったので、先にモノレールのホームをお見せします。ホームとモノレールの走る場所の高さがあまり変わってないのがわかりますか？普通の電車はホームの下が結構深いですよね。ここは歩いて降りられそうだったのでびっくりしました。こんな感じでモノレールがぶら下がったまま入ってきます。モノレールの中は座席の色がちょっとペンギンみたいでした。そう思いませんか？海に行く道に戻ります。この日、私は初めて履くスニーカーを履いていました。新しい靴で慣れていなかったので、歩いているうちにどんどん足が痛くなってきました。なので、途中からモノレールに乗ることにしました。モノレール乗り場に向かって歩いているとき、声をかけてきた人がいました。これ千葉イミグレーション入管これ行きたいんですけど、どこ前はね、ここ入管、つまり出入国在留管理庁に行きたいということでした。イミグレーションオフィスのことです。これがそのビルです。暇だったので、ここまでその人を案内しました。私も場所を知らなかったので、Google マップを見ながら来ました。日本語の上手な人で、日本語で話しながら一緒に歩いてきたので、楽しかったです。楽しかったので、その人と一緒に歩いているとき、足の痛みを忘れていました。さよならをした後、急に足がまた痛くなってきました。でも、モノレールの駅のそばに戻ってきたとき、千葉県立美術館という看板が見えました。数百メートルの距離だったので、歩いて県立美術館に行ってみることにしました。道路の向こうの建物は
千葉市役所です。看板にも千葉市役所と書いてありました。こちらは千葉の NHK です。NHK は日本の公共放送です。菜の花がとてもきれいでした。その後ろでは桜が少し咲き始めていました。この時の気温は 7.8 度。花粉の量は極めて多いです。極めてというのは非常にということです。つまりこの日は花粉がとても多かったということです。この日、私はマスクとメガネをしていました。この日は外にいる間は花粉症の症状は出ませんでした。ここは千葉県の警察署です。何か体を鍛えていそうな声がしました。その隣はホテルです。ホテルの向かい側にはボルボのお店がありました。車を積むトレーラーが走っていきました。このカタカナの手みたいなマークは郵便局のマークです。郵便局の前にもきれいな花が植えられていました。こちらの青いパンジーもきれいです。春が来ているという感じがします。向こうから車を積んだトレーラーが来ました。手前を空のトレーラーが通ります。空のトレーラーはここを曲がっていきました。他にもトラックが曲がっていきました。コンテナを積んだトラックも曲がっていきました。反対からはまた車を積んだトレーラーが通っていきました。その後ろは大きいトラック。多分この先から運んできています。道を渡った先に千葉県立美術館がありました。目の前に見えている背の高い建物は千葉ポートタワーです。ここが入り口です。こちらにカラス注意と書いてあります。ここが建物の入り口です。この日は千葉に住んでいる陶芸の作家の方の作品の展示をしていました。色がすごく素敵でした。美術館の後、港の方に歩いてみました。車をトレーラーに積むところが見たかったんです。道に車を積んだトレーラーが止まっていました。車にまだナンバープレートはついていませんね。向こうに関係者以外立ち入り禁止と書いてあります。なので右に行きます。広い公園が見えてきました。中学生ぐらいの子がサッカーをしていました。中学3年生ならもう卒業しているので学校がないんだと思います。犬の散歩をしている人もいました。
思議な石がありました。牛の絵が描いてあります。なんだかわからなくて、宇宙人へのメッセージかなと一瞬思いました。ホルスタインと書いてあります。ホルスタインは牛乳のために飼う牛です。どうもそのホルスタインの団体の人たちが公園に送ったもののようです。Google マップを見ると、ここはいつもは水があるようです。でも水はほぼありません。この冬、日本では雪が降ってものすごく大変なところもありましたが、そうじゃないところは水不足です。雨がほとんど降っていません。農業などに影響が出そうで心配です。さらに進んでいくと、木の間から海が見えてきました。このトイレの前を行けば海に行けそうです。海ですよ、皆さん。私は海のない県で生まれ育って、今も海のない県に住んでいます。なので、海を見ると嬉しくなります。この辺に住んでいたら、毎日ここを散歩したいです。向こうに見える白い丸いものは、石油などを入れておくタンクだそうです。右のものにはサイロと書いてあります。サイロは小麦などの穀物を入れておく場所です。では、千葉ポートタワーに行きましょう。ポートタワーに来ましたが、入り口がありません。こちら側にもありません。後ろにもありません。もう一度階段を降りて、後ろを歩いて、左を見たら写真を撮っている人たちがいて、そこが入り口でした。では入りましょう。4階が展望室、つまり景色を見る場所です。チケットを買います。こんにちは。チケット1枚大人1人。はい、じゃあ楽天ペイで。QR の画面読み取らせていただきます。はい、お願いします。失礼します。ありがとうございます。はい、チケットが出ますので、どうぞお待ちくださいませ。はい、お待たせしました。こちらのレシートがチケット代わりになるので、ご時間までお待ちくださいませ。はい。ありがとうございます。ありがとうございおます。足元緑の線でお待ちくださいませ。はい。お足元緑の線でお待ちくださいと言われました。ここで待ちます。どうぞお進みください。はい。お待たせしました。ありがとうございます。いらっしゃいませ。それでは4階展望室までご案内いたします。高さ113メートル、4階展望室まで1分20秒で参ります。エレベーターが4階に着くまでの間にお知らせがあります。私は発音コースのサブスクリプションをやっています。毎月発音チャレンジをやっていて、いつも参加してくれる人の発音は本当に良くなっています。綺麗な発音で日本語を話したいと思う人はぜひチェックしてみてください。またチャンネルメンバーシップもやっています。
メンバーになっていただくと、例えばこの動画の PDF をダウンロードできます。もう一つ上のレベルでは特別な動画を見ることができます。よかったらぜひ入ってみてください。リンクは概要欄にあります。1分20秒後、無事4階に着きました。4階からは港の様子がよく見えました。こちらはさっき下にいる時に見たタンクです。晴れているとこの向こうに富士山が見えるそうです。スカイツリーは見えましたが、富士山は見えませんでした。晴れてましたが、ちょっとガスっぽかったんだと思います。船は遠すぎて止まっているように見えました。車を積んでいない空のトレーラーが走ってきました。トレーラーの間に止まるんじゃないでしょうか。バックで入れています。今度は車を乗せ終わったトレーラーが出発しました。もしかしたら美術館の横の道を通っていくのかもしれませんね。その後、トレーラーに車を乗せているシーンも見ることができました。ここはさっき通ってきた公園です。そしてこれが美術館です。長い距離を歩いたのに上から見ると全部が近くてびっくりしました。2階に降りてみたら恋人たちのための場所になっていました。でも誰もいませんでした。千円札を100円玉にします。そしてもう一度4階に戻ります。これで富士山を見たかったんです。でもやっぱり見えませんでした。その後カフェに行きました。ここのカフェはボルボのお店とくっついていました。車を見ながらコーヒーが飲めるカフェでした。ブザーが鳴ったので注文したものを取りに行きます。ありがとうございます。ブザーありがとうございます。お気をつけてお待ちください。ありがとうございます。外に誰もいなかったので外に行ってみることにしました。私は花粉症です。でもこの時は全然大丈夫でした。なのでもしかして海のそばはあまり花粉がないのかなって思ってしまいました。花粉症の症状は夜に出ました。目がかゆくてかゆくて大変でした。その後2日間は目が腫れていました。花粉症の季節には絶対外を歩かないと誓いました。モノレールの駅に着くまでメンバーシップの方のお名前を言います。
名前の読み方が間違っていたら教えてください。チャールトン・ローさん、リマス・オシロさん、デブさん、アルビレオさん、ウィリアム・ダウニーさん、フラグラント・オーシャンさん、ホルヘ・アセンシオンさん、コウ・エイケイさん、トーマス・ラルスコフさん、メラニー・サンダーさん、エド・イーストンさん、エイミヤさん、デイビッド・スピレンさん、サウンドビジョン NW さん、デイド・ドリームスさん、ヨーク・ユバックスさん、ニック・ワンダー・ジェムさん、アイリーン・チェンさん、キズナスキーさん、GUNG さん、アンナ・ライアンさん、ラファエル・クルツコフスキーさん、ライアン・ムーアハウスさん、オレンカさん、ジョージ・ヤンさん、マーレンさん、ジョナリン・アベさん、パク・セヨンさん、コウさん、ジョージ・ヨンさん、ゴー・スーシェンさん、ヨルク・ディーデリヒさん、ニック・エスポさん、ケイさん、ヤグアピル423、コーダー XYL さん、ジャン・ミシェル・バデルさん、チャン・モクさん、ギルド・タイズさん、パトリック・キャンフィールドさん、キャメロン・ラッセルさん、坂井ルカワさん、シュレヤシ・シンさん、ブルバル・アキーノさん、アータさん、ワン・チューリンさん、フー・カイジュンさん、コーリー・ホッチさん、カリオペさん、ケイラ・ブレイジーさん、クリスチャン・ジーさん、レナ・ドロネーさん、ボブ・セレリーさん、カシャさん、チョ・ドギョンさん、各局名さん、ケスアーツさん、フェルチさん、イ・スルアさん、セクシー・スノップさん、チェン・ブーイエンさん、ムツギ・ミスギさん、ボルト・ボミエ・ポトラバさん、リチャード・デイビスさん、シープ・デビル・ネマさん、サイバーセキュリティ・フロム・スクラッチさん、B さん、ゾモフォックスさん、シャヒラ・バヌさん、プシェミス・バフニ・ジュベツキさん、ジュース・ホリックさん、ニューチャンネルさん、レミデ・ボスさん、コン・スンヘンさん、モール・オブ・エイジアさん、ウォルター・エール・デケンスさん、ジェシーさん、トリビュートさん、セシルさん、デイビッド・ DP さん、ラクローイさん、インシク・ベイクさん、ネスタナーさん、ルツィウス・シェーンバウムさん、ファン・サンミンさん、ノーマ・キャリーさん、ジェイソン・ワンさん、ジョン・エムさん、SGO さん、マシュー・エドワーズさん、ロイ・ワンさん、キム・ビョンホさん、静岡ブルースさん、エラリスさん、ユキギツネさん、ダモンさん、ディナ・ラフマワティさん、アーダーさん、ハロ・クレマーさん、パンダ・ロリアンさん、ジョシュア・ファラーさん、イ・ギルジンさん、リチャード・ニコラスさん、カウデリー・ムーンさん、サベラ・ジョンソンさん、リン・ヤーチェンさん、キム・ジェガンさん、フォルテキストさん、アーニーさん、オッカーミャさん、ムーフイーさん、ダニー・ロスさん、エムリン・ロフトハウスさん、シブイガールさん、ネルソン・ベントさん、テセル・ムーブスさん、ミン・ルック・グエンさん、0121ノエルさん、ロレンツォ・フォーゲル・ザングさん、ペブルスさん、KHS5068 さん、シャノン・ブロニコ・ホジンズさん、ハジマンさん、ヌリ0619さん、スコット・ムーディさん、ジェイソン・チェンさん、ホン・ビョンスさん、チョン・ボヨンさん、ルデック・チェルティークさん、マーク・ファルケンベルクさん、ハリッツさん、EHJ さん、サイサイさん、プロックスさん、ムーンズさん、ナグワ・アブデル・モッタレブさん、セドリックさん、タムナさん、メンバーシップに入ってくださって本当にありがとうございます。本当に励みになりますし、本当に助かります。チャンネル運営が安定します。まだ入っていない皆さんもよかったらご検討ください。今日も皆さん最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、そしてお友達にシェアしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。またね。日本語勉強ネットフリックス見ながら新しい